Unlockers. 物理的なところの話からいくと、自分の時間をねじ開けて、なんとかこの e ラーニング受けるとか、内製プロセスをやったり、人に話聞いてみるとかっていうのをやるためのこの時間のねじ開け力みたいなのがまず鍛えられたなっていうのと、なんかその勉強する習慣みたいなリズムを自分の中で作んなきゃいけないなっていうのがまずありました。で、e ラーニングの中身もいわゆるそのマインドセットとか志っていうのが大切って頭で分かってたんですけど、それが、今の社会情勢だからとか、こういう世の中の流れの中で生き残っていくために必要だみたいなのをこう点でバラバラだったのをつなげてもらったのがなんかトランスパーソナルだったような気がします。内政学び癖づけプログラム。会社に導入するためにテストユーザー的に送り込まれたっていうのが正直なきっかけですね。e ラーニングがある程度見たらこう問われるじゃないですか。あれにやっぱり答えるときに最初やっぱよくわかんないんですけどキックオフセッション出てで修了者の方とか知ってる、その一個前の期の人たちと話してる中でなんかワクワクしながらよく分かんなくても委ねていいタイプの研修なんだなって思ったのが1個で、もう1個がやっぱブートインテグラルセッションの1回目で、やっぱり人材育成の場で身を置いてるとある程度こう内政とか志って文脈でどういうアプローチした方がいいとかなんでやってるとかって頭では理解してるんですけど、それをあの場でみんなでいるんだけど個人と向き合ってるだけどこうみんなでアウトプットし合うっていうのをやってる中でこれ相当意味あるなって思った時になんか会社のミッションとして入ってるのから自分の学びの機会に使い倒したろうって思えたなと思いますね。なんかいろんな人の話聞いたり、渋谷さんは君が言ってることってつまりこうだよねって代弁してるだけなはずなのに自分の中でのモヤモヤがこう一つ消化されたりつながっていくっていうのがあって、でその延長で一緒にこう議論したり受講してた仲間とやっぱあれってそうだよねっていうなんかこう対話の中で一個一個がつながっていく瞬間をなんか何度か感じました。このプログラムないしは考え方とか活動が会社の DX 推進にどうつながるのか寄与するのかっていうのが見えてくるとなんかもう少しこう広がりがいいのかな。やっぱりまだ DX っていうとデジタルのテクノロジーとかに皆さん興味がおありで、そのトランスフォーメーションする側の人のマインドセットだったり周りを引きつけるようなこの語るとかその前提にある志みたいなところがまだそれいるのとかそんなことして意味あるのって思われてる部分が多いんじゃないかなって思ってます。本当に DX とかイノベーションに必要なマインドセットなんだっていうのを広く広めていくのが難しいなと思っていて、なんかこう受講前後でこんなことが変わりましたとか、なんか新事業1個生まれましたとかだったら分かりやすいんですけど、そういうタイプでもないので、どう可視化するとかどうそれを訴えていくかっていうところには難しさだったり、それを求められるので困ってます。修了者のみんなとその僕の卒業生の人たちとちょっと合わせて、なんかお互いの情報共有とか志について語ってみるみたいな、なんかそういったことはやってます。なんかもうちょっと本当はこうかっこいい具体的な動きができるといいんですけど、ちょっとそれはまだこれからかなっていう。なんか自分の中にあったものを再発見、大切なものを再発見するとかで、その再発見した時にただ見つけただけじゃなくって前よりも輝いてたりとか違う側面からも見えてるっていうのがなんかやっぱ会合ごとにあって、今日はなんか前と一緒かなと思ったら違う側面から見えたなとか新しい気づきがあったなっていうのはなんかこのやっぱ来るのがワクワクするし、それを自分で一人で家でやった時とかも、今日はこういう
なんか新しい発掘があったみたいなっていうのはすごく楽しかったですね。自分が気づいてなかった自分のポジティブな面が見えた、そんな感じはしますね。